ニュージーランドの小さな部屋からの上原美穂です。今回もこんな可愛らしいポコポコとした編み地をご紹介していきます。前回の動画でもバブルステッチという編み方をご紹介いたしましたが、前回の編み地です。今回ご紹介するこの編み方もバブルステッチと呼ばれている編み方で、前回とは別バージョンの編み方で編んでいます。並べてみると少し雰囲気だいぶ変わりますよね。前回のこの編み地は少し固めのしっかりとした編み地になりましたが、今回のこの編み地はとても柔らかいので、ニット帽やウェアなど身につけるものを編まれる際におすすめです。どちらもとても可愛い編み地なので、よかったら編んでみてください。それでは早速編み方の説明に入っていきます。まず模様の概要を説明していきます。この模様は横方向に4の倍数、縦方向には12段編んで1つの模様になります。今回は横方向に15目の編み地を使って編み方の説明をしていきます。まず15目一般的な作り目をしていきたいと思います。ここでは作り目の方法を説明しませんが、もし作り目が不安な方はスヌードの編み方の動画で詳しく説明していますので、よかったらそちらも合わせてご覧ください。作り目が15目できました。それでは今から模様の1段目を編んでいきます。今回の編み地は12段編まないと1つの模様が出来上がらないので大変そうだなと思われている方もおられるかもしれませんが、編み方はとっても簡単です。というのもほとんどの箇所をメリヤス編みで編んでいくからです。メリヤス編みというのはご存知の方も多いと思いますが、簡単に説明するとこういう編み地のことになります。この編み地はまた別の作品のものになるんですけれども、この部分がメリヤス編みの編み地になります。編み方はとても簡単で、こちらの面では常に表編みを編んで、こちらの面では常に裏編みを編むという単純な編み方で編んでいきます。そうするとこんな風な編み地になります。そのメリヤス編みをこの編み地では1段目から5段目まで続けて編んでいきます。まず1段目では裏編みで1段ずっと編んでいきます。それではやってみます。裏編みは手前に針を刺して、こんな感じで編んでいきます。これで模様に入ってからの1段目を編むことができました。それでは次の2段目は表編みで1段ずっと編んでいきます。2段目を編むことができました。それではこれから1段目と2段目でした編み方を繰り返して5段目まで編んでいってください。5段目は裏編みの段になります。あと3段分ですね。あと3段分頑張って編んでみてください。5段目まで編むことができました。それでは今から6段目を編んでいきます。ここの段では少し変わった編み方をするので注意してみてください。それではまず3目表編みで編んでいきましょう。1、2、3。3目編めました。ここからが1つ目の模様になります。
まずこの目を4段分ほどいてください。1、2、3、4、どこまでほどいたかわからなくなった時の目印は、このほどいたシンカーループが4本分になるまでほどいてください。1、2、3、4本ですね。4段分ほどくことができました。それでは次にここの目にほどいて残った目にこんな感じで右の棒針を刺します。そしてこのほどいたシンカーループの後ろ側にこんな感じで針を出します。そこにこんな風に糸を引っ掛けて、このままこんな風に編みます。ここまで大丈夫ですか？もしこの方法がやりにくい場合は、また次に同じことをする時があるので、その時にもう少しやりやすい方法をご紹介します。ここでは次の目を編んでいきます。次の目は3目分表編みを編んでいきます。1、2、3。これで1つ目の模様ができました。なのであと2回今と同じ編み方を繰り返していきます。まずここの目を4段分ほどきます。1、2、3、4。4段ほどいてシンカーループが1、2、3、4本になったら、まずこの目をこんな風に針を刺して編むって言ったんですけれども、それがもしやりにくいなという方は、この目を一旦左の棒針にこんな風に移してみてください。そしてこの左の棒針をシンカーループの後ろにこんな風に持っていって、そしてこの状態で表編みを編みます。右の棒針をこんな風に刺して、これを表編みで編みます。そして針から外すと先ほどと同じような感じで、編めています。どちらでもやりやすい方法で編んでみてください。それでは次に3目分表編みを編みます。1、2、3。これで2つ目の模様もできました。それでは最後の模様を編みでいきます。最後の模様もこの目も先ほどと同じように4目分ほどきます。1、2、3、4。ほどけたらシンカーループが4本あるのを確かめて、この目に右の棒針をこんな風に刺して直接針をかけて糸をかけてこんな風に引き抜きます。そしてこれができたら残りの3目は表編みで編みます。1、2、3。これで6段目を編むことができました。それでは次の7段目から11段目まではまたメリヤス編みで編んでいってください。次の7段目は裏編みからのスタートで、最後の11段目も裏編みになります。もし今何段目を編んでいるかわからなくなった時は参考にしてください。まず7段目は裏編みからのスタートです。次は8段目で表編みで編みます。11段目を編むことができました。最後の12段目を今から編んでいきます。編み方は6段目の時と同じ編み方をしますが、順番が変わるので少し注意して編んでください。それではまず表編みを1目編みます。この後から1つ目の模様を編んでいくことになります。まずこの目を4段分ほどきます。6段目の時と同じですね。1、2、3、4。ここまでほどいたら目に右の棒針を刺して糸をかけて引き抜きます。そしてこの後は3目分表編みを編みます。2、3。これで1つ目の模様が完成です。今6段目の時にできたこのボールのセンターのところの目をほどいて、こういう編み方をしています。なのでもしどこで編むのかわからなくなった時は、6段目の時に作ったこのボールの真ん中の目のところを
ほどくというふうに覚えておいてください。それではまたここでも4段分ほどきます。1、2、3、4で、ここまでほどいたら今度はまた左の棒針に移してやってみたいと思います。左の棒針に移してこのシンカーループもこんな感じでそっと乗せておきます。そしてこの左から針に針を刺して、これを一色単にして表編みで編みます。これで1目編むことができました。この後は3目分表編みを編みます。これで2つ目の模様もできました。そしたら最後の模様です。最後の模様も今までと同じように4段分ほどきます。シンカーループが4本分あることを確認したら、針を刺して引き抜いてこんな風に編みます。そして最後に3目編んだら3個目の模様ができました。そして次はまたここで最後模様編みを編みます。1、2、3、4目4段分ほどいたらまた針を刺して、そして最後の目、ここまでできたら最後は1目残っている状態なので、最後は1目表編みを編んでこの段はおしまいです。この編み方を続けていくとこういうポコポコした編み方になります。ちなみにこの見本の編み地は6号針と並太毛糸を使って横方向には35目、縦方向には49段編みました。そして長さは横方向に 16.5 センチ、縦方向には 11.5 センチです。もしよかったら何か作られる際に参考にしてください。そして素敵なオリジナル作品を作ってみてください。それでは何かご不明な点がございましたらコメント欄よりお聞かせください。最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。この動画が少しでも良かった、このバブルステッチを使って何か編んでみようかなと思われた方は、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ニュージーランドの小さな部屋からの上原美穂でした。また次の動画でお会いしましょう。